こんにちは、ずんだもんなのだ。好きな国は朝鮮。おっぱいの形はミサイル型。ちくり攻め大好きな峰律よ。癖強いやつ来たな。というわけで今回はナミネリツと一緒にホイオンの冷戦モッドをやっていくのだ。今回やっていく国は、言わなくてもわかるわ。この思わず更新しちゃう文化から察するに、今回やる国は我らが偉大なる首領様が治める地上の楽園。日程の支配を打ち破った偉大なる首領様が治める朝鮮だな。あ、まあその通りなのだ。なんだこいつ、もたれするほど癖が強いのだ。それでは早速偉大なる祖国でプレイ開始だ。南朝鮮の抑圧された人民待ってろよ。今助けてやるからな。それじゃあまずは北朝鮮の。北朝鮮ではなく朝鮮民主主義人民共和国だ。もしくは朝鮮でもいいが、少なくとも北朝鮮とは言うなよ。はい、わかったのだ。それじゃあまずは朝鮮の詳細から見ていくのだ。国家元首は朝鮮民主主義人民共和国内閣首相であり、朝鮮労働党総書記であり、朝鮮人民軍最高司令官であり、最高人民会議代議員のキム・イルソン同士。長えのだ。ここにそう書かれているからな。偉大な同士は安定度も上がるし、政治力獲得量もバカ上がりする。まさに最強なのだ。それじゃあ次は国民精神。一つ目は朝鮮の外交政策。親英加盟が実質的にできなくなるのだ。二つ目はアジアの非識字率。研究速度マイナス 25%。朝鮮は地上の楽園だぞ。そんなことありえるか。三つ目は尻滅裂な党組織の極致。日ごとの政治力獲得量に 0.5 のデバフ、そして安定度に 25% のデバフなのだ。今に労働党は我らが偉大なる首領様がまとめ上げるさ。四つ目は裏切り的な官僚機構。建設速度や工場出力、工場の建設速度なんかに 5% のデバフがかかるのだ。裏切り者は全員再教育だ。いつかはね。五つ目は激しい反対。安定度に 10% のデバフ、その代わりに戦争協力度に 10% のバフなのだ。六つ目は文化の分断。日ごとの政治力が 0.45 減って研究速度も 10% 遅くなる。文化の分断ってなんだよ。南の傀儡政権を打ち倒せばいいのか。ちょっとそこら当たりの説明がないからわからないのだ。7つ目はインフレーション危機。おかしいな。朝鮮においてインフレが進行したのは祖国解放戦争が勃発してからなんだけどな。8つ目は国家による弾。9つ目は消費財への支出。消費財工場に 8% のバフがかかるけど、生産効率上限マイナス 20% な上に研究速度もマイナス 10% なんだもん。あんたはアンコモンなんだもん。まあかければいいわ。国家方針はこんな感じ。右から工業、政治、軍事ツリーって感じね。まあまずはキム・イルソン主席の国家方針についてを進めていくわ。革命家であり闘士であるキム・イルソン同士は朝鮮半島全体の解放を約束しているんだもん。お次は研究枠。一枠だと、しかも研究速度がマイナス 59%。簡単な歩兵装備を研究するのにも500日近く研究完了までにかかるわ。どうするか量子率。まあここは1年かけて第二次世界大戦時の生産設備を研究するわ。工場数は民需、軍需、造船所が7、4、1だ。少ね。これでもこの時期は東アジアでもかなり工業化が進んでいるんだけどもね。師団数は15師団。まあまあだな。海軍はなくて空軍が235機ある。南朝鮮相手なら十分な戦力と言えるな。ほう、これで祖国解放戦争に挑むんだな。やることはやった。時間を進めていくぞ。なんだこれは。どうやら世界では1984と呼ばれる小説が出版されたようだな。3つの超大国が戦争を繰り広げ、人々の思考が開始されているというディストピア世界の話のようなんだもん。馬鹿げた話だ。そんなことがありえるのか。所詮は小説家と。それもそうか。南下朝鮮が債務不履行になったとかいう通知が来たんですけど。消費財工場 35% のデバフに生産効率上限マイナス 35% の爆弾が炸裂してるんだもん。これやばいことになったわね。この国毎月マイナス 1.57 の赤字が出てて累積で 77.8 の借金があるんだもん。一体何が原因なのかしら。収入がろくにない状態で軍事支出がクソ高いのが原因では。じゃあこれは解決できない問題だわ。朝鮮がこった不渡り状態に陥る裏で上海が解放されたんだもん。そう。朝鮮国内はどうなっている？南朝鮮とのつながりのある派閥を粛清しているのだ。キム・イルソン主席のライバルであり、南朝鮮労働党の核ホニョンはじめとする南朝鮮労働党幹部を指定する。罪状はアメリカのスパイかもしくは政府転覆だ。続けて北朝鮮労働党は南朝鮮労働党と合併して一つの朝鮮労働党になるぞ。というわけで朝鮮労働党が正式に発足。党大会では朝鮮が民主主義の砦であると宣言し、ソウルを首都とする独立した統一朝鮮の自立を定めた憲法を承認したぞ。素晴らしいですな。朝鮮統一への最後の地ならしなんだもん。一方の中国では中華民国が台湾に撤退したのだ。
国境内戦は共産党の勝利に終わったな。ならばそろそろ頃合いだろう。我々も祖国解放戦争をはじめ、帝国主義者の犠牲者たる南朝鮮人民を解放しに行くぞ。国際緊張度がめっちゃ上がるが大丈夫か？はは、そんな小さいこと気にしていたら祖国を一つにすることなどできないぞ。陸空両軍がすでに南進の準備を整えている。いつでも戦闘を開始できるのだ。さあ行こう。子孫万代が幸福に暮らす楽園を築き上げよう。1950年1月27日、朝鮮人民軍は38度線を越えて攻撃を開始。第一目標は敵首都ソウル。南の反乱軍は攻撃を想定していなかったのか我々は容易に前線を取った。その後開戦から1日後には敵首都ソウルを占領したぞ。早い。史実だと開戦から3日もかかったからな。それでも十分早いけど。敵は臨時首都プサンに移して徹底抗戦の構えだが、我々の軍の敵ではない。引き続き南進を続けつつ、ケソン周辺で敵軍の殲滅を行うぞ。出口を占領した師団がプサンに接近しているのだもん。もうじき戦争も終わるな。占領地の民間人に対しても戦後を見通した統治をしていくように。ニュースでは今頃祖国解放戦争についてが報道されたな。今更か。そして1950年2月4日にはプサン近郊に到着。おいなんだあれ、米英軍がプサンにめっちゃいるぞ。国際連合安全保障理事会決議83により、国連加盟国は南岸に対して軍事支援を開始している模様。常任理事国のソ連は何をしているんだ。ソ連は中国の国連における代表権が中華民国に割り当てられていることに抗議して、国連の全ての会合をボイコットしているのだもん。はあ、とことん使えねえ国だ。ない。我々だけでできる。我々だけでプサンから連合軍を叩き出せる。我々だけで祖国解放戦争に勝利する。中華人民共和国からインチョンに米軍が上陸する気配ありとのこと。何言ってるんだ。もうすぐでプサンを占領できる。おせっかいなあの中華人民共和国の話なんて聞くな。ほら見ろ、プサンの国連軍は撤退。1950年3月4日、大韓民国は降伏し、我々朝鮮は祖国解放戦争に勝利した。約2ヶ月の勝利か。やるな。我々だけで国連軍相手に勝利できた。我々は偉大なる首領様の下で不可能を可能にした。しかし、大韓民国崩壊時のどさくさに紛れて、日本がチェジ島を占領したようだもん。あの日本の帝国主義者め、過去の行いを反省するどころか再び我々に今の手を伸ばそうとしている。許せない。いつか必ず正義の決意が下るだろう。あんたレイテイが北ベトナムに直接侵攻か。あいつは朝鮮戦争でボロ負けしたから後がないんだな。ここで大統領がアイゼンハワーになったのだもん。誰になろうと倒すべき相手であることには変わらない。さらにソ連でもスターリンが死去。後継者が誰になるのかが気になるな。さらに米帝から形式上独立した日本でも大きな動きがあったぞ。服部拓司郎を、なんだこいつ、また軍国主義に回帰してるんだもん。過去を反省せず再び軍国主義に回帰した日本。我々は予防戦争として日本に攻撃を行うぞ。ついに戦争か。まあ正当化には545日かかるし、それまでに準備をしよう。分かったのだ。とりあえず3カ年計画を指導して国内の経済成長の基礎を築くのだもん。焼夷弾攻撃の荒廃という建設速度がマイナス 90% される国民精神が取り除かれるのだ。その代わり焼夷弾による壊滅的な被害という建設速度がマイナス 75% される国民精神が追加されるけど。ちなみに焼夷弾攻撃の荒廃なんて国民精神は最初からないから、焼夷弾による壊滅的な被害がただ追加されるだけの NF よ。鬼じゃねえか。とりあえず3カ年計画では国内の資源開発を行っているのだもん。労働者も農民も知識人も皆が一心同体となりしゃべると鶴橋を取れ。よし、日本が不法占拠しているチェジ島に対しての正当化が完了したぞ。人民海軍、疾患が1隻しかないけど強襲上陸できるのか。安心しろ、相手は1隻も船を持っていない。よって1隻持っている朝鮮が海を支配しているぞ。 BGM に対して作戦規模がしぼすぎるだろ。朝鮮人民軍は直ちに九州を占領。そのままの勢いで中国、四国地方に投進している。前線には敵の機械化師団が見えるな。燃料備蓄も切れているしで、なかなかに進軍が遅いのだもん。燃料に関しては中東から石油を輸入すると国庫が破綻するので行っていない。
しかし父なる首領様の賢明なる指導のもと、我らが朝鮮人民軍は勝利への道を力強く歩んでいる。祖国解放戦争において米帝国主義の花をへし折った英雄的朝鮮人民軍は一発の銃弾で帝国主義を投げ払う。革命ないしはいかなるもののくじくことはできない。1954年10月24日には東京を解放。その後の1954年11月17日、仙台解放とともに日程は降伏したのだ。東京条約にて朝鮮は日本を併合。かつては族の従権のもとにあえいでいた我らが朝鮮人民の涙と血がついに正義の審判によって報われたのだ。これも全て首領様の卓越なる軍事的指導と朝鮮人民軍の英雄的戦士の活躍の賜物ですな。和族的滅万歳。朝鮮人民軍の栄光ある勝利万歳。偉大なる首領キム・イルソン同志万歳。朝鮮民主主義人民共和国万歳。投げよ。で、今後はどうする？産業面では5カ年計画が進行中だ。今回は3カ年計画で開発された資源を活用するために工業団地を国内各地に建てているぞ。なるほど。また翌年1955年には8月秋波事件と呼ばれる政変が発生。これはキム・イルソン主席に反発する延安派、ソ連派が結束し現政権に対してのクーデターを起こそうとした事件だ。史実だと中ソの介入もあり、一時はキム・イルソン政権も倒れるかと思われたが、ソ連のハンガリー動乱への対応をしている間にキム・イルソン派が勢力を盛り返して反対派を粛清したのよ。そんな事件があったのか。で、こっちのスカイだとどうなるんだもん。もちろん反対派なんぞに政権を渡すわけないが。ニュースでは第二次苦難の行軍が報道。キム・イルソン主席を批判した親中、親ソの反対派は全員逮捕されたわ。そして反対派に対する粛清の嵐が巻き起こる。チェチャンイク、各単国の一味はモスクワの顔色を伺いながら党の団結を壊し、首領様の権威を失墜させようと企てたのだ。彼らが掲げた個人崇拝反対とは人民のためのものではなかった。我らが朝鮮の自主的路線を崩壊させようとした反党、反革命的陰謀にしよう。そして8月秋波事件で中華人民共和国は我々の敵であることがはっきりした。内政干渉をして偉大なる首領様をトップの座から引きずり下ろそうとしたのだもん。北京の修正主義者に対しての闘争の日は近い。それに沿天の朝鮮族同胞を解放しに行かねばなりませんな。その通り。中国との戦争までに1325日の猶予を与える。それまでにあらゆる方法を駆使して朝鮮の生産力を伸ばすように。了解なのだもん。すでにインドやトルコ、ブラジルなどの第三世界諸国に影響力を伸ばして経済搾取ではなく工場の協業を開始しているのだもん。臆病者の第三世界なんどいくら利用しようが問題ないからね。さらにこの頃、朝鮮国内では主体思想が対決化されたとのこと。政治的独立、経済的独立、国防的自衛の3つを革新的概念とし、もはや朝鮮は中ソを盲信するのではなく、我々独自の道を歩んでいくと聡明なる偉大な首領様が宣言された。速やかに朝鮮から国外勢力は排除されるだろうな。現状、中華人民共和国はまだしもソ連との関係悪化はあまり好ましくないがね。西半球ではキューバ革命が勃発。アメリカの息のかかったバティスタ政権が倒れるのはいいことだ。さらにインドにおいても政変が発生。インドにおいてもマルクス・レーニン主義の政権が発足したのか。ここで中華人民共和国の白山に対しての戦争正当化が完了したのだ。約3年の間にどれだけ生産力と戦力が伸びたのかを見せてもらおうか。開戦前の工場数、分量を比較するとこんな感じなのだもん。あ、南下朝鮮側の師団数がすごく負けてないか。師団数で中華人民共和国と真っ向からぶつかっても勝てるわけないのだもん。量より質なのだ。なるほど。それに中朝国境には要塞線があるから、開戦初動は防衛に徹して敵の充足率を削るのだもん。期待しているぞ。工場数はこの短期間でよくここまで伸ばしたと思う。航空機数も若干負けている感が否めないが、それでも機体を集中運用すれば一つくらいの空域は制空権を取れるだろう。それでは我々朝鮮民主主義人民共和国は1961年10月14日をもって北京の修正主義的裏切り者集団に対し正義の戦争を宣する。開戦と同時に人民解放軍が一斉攻撃を開始。戦況はどうなんだ。全面的に優勢なのだもん。前線には3枚の敵軍がいるが、要塞と山脈と河川でうまく防衛できているんだな。あとは防衛をし続けて敵の充足を割るだけなのだもん。朝鮮半島の先端を少し取られたった。まあ突出してて侵攻されやすい土地だったし仕方ない。それより人民解放軍の充足率がかなり悲惨なことになっている。偉大なる首領キム・イルソン同士の卓越した軍事的指揮のもと、我々の戦争計画は順調に進んでいるのだ。まだ開戦から2ヶ月、この敵手段の充足率でかは驚きだ。敵も攻撃してこなくなったし、こっちから攻撃を加えるのだ。なかなか攻めあぐれているな。やべ、あっという間に小銃の備蓄が切れたのだ。まだ長春にもたどり着けていないんだが。一旦攻勢をやめて備蓄が戻るのを待つんだもん。
あれから半年経ってようやく備蓄が回復したのだ。再度攻撃開始だ。さっきよりは優勢に推移しているがどうか。ダメ。ほんの数十キロ進むだけで1万兆以上の小獣が溶ける泥沼に突入。投資率どうするか。このままだとキムイルソン同士に粛清されるのだ。マンを続け。今は苦戦しているがそのうちきっと戦況に変化が起こるはず。今は耐える時。本当かよ。何かが起きた。おいおいおい、いきなりソ連と中国が戦争を追っ始めたぞ。ソ連だけじゃない。アメリカもソ連と共同で中国に宣戦布告している。今まで何度も冷戦モッドやってきたけどこのイベントは初めて見たのだ。これにより中華人民共和国はワルシャワ条約機構と北大西洋条約機構を同時に敵に回したわけだ。奇跡が起こって一気に素晴らしい状況になったのだもん。今や中華人民共和国は第三世界を除く全ての国と戦争状態に入った。前線から人民解放軍がほとんど消えたのだ。我々はこの機を逃さずに3度目の攻勢を開始する。さっきまでの苦労は何だったのかと言わんばかりの快進撃。すでに北京は目と鼻の先なのだ。その後の1967年5月には北京を解放。そのまま南京に向けて進軍していくわ。ただ戦線が広がるにつれ師団数の少なさがかなり厳しくなってきたのだ。だったらコストの安い駐屯師団を大量に訓練するわよ。一気に11師団追加。全く訓練をやっていない新兵なんだが、戦線の隙間を埋めることくらいはできるだろう。気づけば敵臨時使との南京目前。レーソがこれ以上戦勝点を稼ぐ前にここで降伏してもらいたいものだが。これでも中華人民共和国は降伏せず、さらに臨時使とはジュンガルに移ったようだ。なぜにジュンガル？おい、なんかソ連で内戦が勃発したんだら。なんでこんな重大な局面でいきなり内戦始めてんだよ。まあいい。依然として戦争は優勢に推移している。引き続きカナンの重要都市の解放に移っていくのだ。すでに重慶は解放し、生徒も時間の問題。そして1968年4月22日、生徒解放とともに中華人民共和国は朝米ソ連合に対して降伏した。一時はどうなるかと思ったが、レースの介入でなんとかなったな。ここからは講和会議だ。我々は戦勝点を最も稼いだ国だが、帝国主義のアメリカには土地を取られないように立ち回っていくぞ。北京条約締結。かつて修正主義者の巣窟だった中華人民共和国は、今や朝鮮民主主義人民共和国の旗の下に置かれた。毛沢東の大躍進で文化大革命の狂気に踏みにじられた中国人民は今や偉大なる首領、キム・イルソン同士の下で自由の身になった。ほんの20年前までは北東アジアの小国でしかなかった朝鮮が、今や日本列島と中国大陸に勢力を伸ばす超大国になったのだ。これがいかにして可能であったのか。重賞があったからだ。人民の団結があったからだ。そして何よりも、偉大なる首領様の不滅の指導があったからだ。今や東アジアの国々はキム・イルソン同士の指導のもと一つにまとまり、日本の労働者から中国の農民に至るまでが、朝鮮による解放を歓迎し、東アジアのより良い未来を描いている。朝鮮人民軍の不滅の栄光万歳。偉大なる首領、キム・イルソン同士万歳。